こっちから切るのか、こっちから切るのか、中トロと大トロ用意しましたんで、マグロの筋の切り方の説明をしたいと思います。マグロの筋っていうのは、大トロだったらこれ分かりやすいですよね。この白いのが、筋なんですよ。で、中トロだったら、薄いんですけど、こうピーッと入ってる白いところが、マグロの筋って言われる部分ですよね。これは残すと、食べた時に口の中に残るんで、筋を断ち切るように切りなさいっていう説明がよくされるんですけど、今回はどっちの方向に切ったらいいのかっていうのを紹介しようと思いますね。筋に対して垂直に刃を入れた、筋をなるべく短くした方が、口の中に残らないっていうのはいいじゃないですか。大トロに対して、こうやって包丁を入れていくと、筋が残りやすいよと。この筋がこう入ってるから、こうやって包丁入れていくと、筋が残りづらいよっていう話なんですよ。こっちから切るのか、こっちから切るのか、一体どっちなんだっていう。筋っていうのは流れがあって順目と逆目があるんですよ。筋が全体的にこっちに流れてるじゃないですか。なんで、この筋はこっちに流れてるんですよね。筋に対して垂直に刃は入れるんですけど、筋の流れに沿って切ってあげる。こうやって切ってあげると、形が崩れにくく切ることができるっていう。だからこれが正解の切り方ですね。じゃあ今度逆に、これね、こっちから切ると筋に逆らって切るっていうことなんですよ。この筋がこっちに流れてるのに、こっちに引いてくるとどうなるかっていうと、こう筋を引っ掛けながら切ってくるんで、こう、マグロがばらけやすい、バラバラっとなりやすい。だからこっちが不正解の切り方っていうことですね。筋に逆らわずに順目に、筋に対して垂直に順目に切ってあげた方が綺麗な身が取りやすいっていうことですね。例えば、お寿司屋さんなんかでね、こうマグロに包丁入れるお店もあったりするじゃないですか。この切り身自体の筋の流れはこっちに流れてるんですよ。なんでこっちに向かってこう切ってあげると、マグロがばらけずに筋を断ち切ることができるよと。じゃあ逆にこれ引いてくるとどうなるかっていうと、筋を引っ掛けながら切ってくるんで、こう分かりますかね、この2つの違いが。こう筋が際立っちゃう。中トロでお話ししますね。まず順目と逆目ね、こう触ってみて引っかかるような感覚がある方が逆目、こっちにスーッと流れるような感覚がある方が順目ですね。そしたらこう見てあげると、なんとなくこっちに流れてるなっていうの分かります。こっちに流れていってる。で、ということはこの筋がこういう方向にこう斜めに流れていってるのが分かるじゃないですか。薄く切ると分かりやすいんですけど、こうやって切ってくるのが順目の切り方ですね。断面を見た時に筋が自然な方向に流れているの分かりますかね。これ逆に切るとどうなるかっていうと、こう全体に流れに逆らって切ってるんで、この筋のところに凹凸ができるんですよね。そうするとお刺身の断面なんかも綺麗に切れない場合が多いよっていう。なんで、スーパーなんかのマグロでもそうですけど、マグロ買った際は注意しながら切ってみると、ちょっとだけ美味しく食べれるかもしれないってお話ですね。今日は以上です。